はい、皆さん視聴いただきましてありがとうございます。この動画では勇者工房にて開催されたイベントマクロパッドポール6キットを組み立ててみようの参加レポートをしたいと思います。このイベントは初級者向けに勇者工房内のスペースを使用してマクロパッドの組み立てをする体験会となります。自作キーボードに関して知識がないとかハンダ付けに自信がないといった理由で躊躇している方にはおすすめなイベントです。6個のキースイッチと1つのロータリーエンコーダーを備えたマクロパッドの組み立てを通じて自作キーボードの組み立てやハンダ付けが慣れてくれば楽しいということを感じてもらえる内容になっています。イベントの定員は4名です。こちらが組み立てるキットポール6です。参加代金は3500円、こちらに含まれるものは、ポール6のキット、DSA のキーキャップが6個、キースイッチが6個、ロータリーエンコーダーが1個、その他道具の利用費やサポート費用も含まれており、とても良心的な内容になっています。何よりみんなでお話ししながらワイワイ、組み立てを楽しめるということもこのイベントの大きな価値だと私は感じています。それでは早速組み立て作業開始です。まず最初にダイオードの足を折り曲げる作業です。ダイオードの足を折り曲げる際の横幅を気にしながら皆さん丁寧に折り曲げをされていました。参加者の皆さんにはこのイベントに参加したきっかけとか自作キーボードへの興味について伺ってみました。じゃあそれの最初の一歩としてここで学んでからっていう順序で大体同じ感じですか？そうですね。じゃあいずれは自作キーボードやりたいなみたいな。はいはいはい。面白い。あれで作ったんですよ一つ。めっちゃかっこいいやつ作ったんですけど、その前に普通にハンダが必要なやつをやってたら、ハンダシュッタローで全部壊してしまってだからちゃんと勉強した方がいいんだなと思ってイベント来ました。なるほどなるほど。ハンダシュッタローそれってハンダがいらないやつスイッチ差し込むだけのタイプのやつですその時になんだっけスイッチのルブとかも勉強してやったんですけど、ルブの作業超楽しくてなんか会社の昼休みずっとやってましたこのイベントを機に自作キーボードに挑戦していきたいという方がいたり、スイッチを差し込むタイプのキーボードキットをすでに持っていて最近はルブにこだわっているという方のお話も聞けたりしました。今やってるのがダイオードのハンダ付けです。表側からダイオードの足を差し込んで裏側からハンダ付けをしています。慣れていない人でもスタッフさんがサポートしてくれるのでパーツの取り扱いや道具の使い方を知らなくても大丈夫です。次にこちらはプロマイクロというマイコンのハンダ付けです。基板にピンヘッダーを差し込んでその上からプロマイクロを差し込みハンダ付けをしています。私が初めて自作キーボードを作ったのは4年前、勇者工房に行って組み立てをしたんですが何も知らないまま作業をしたのでだいぶ勇者工房のスタッフさんには助けてもらいました。そのおかげで無事にキーボードは完成しその時の組み立て作業の楽しさや完成した時の喜びが今でも忘れられない良い思い出です。なので、今回のイベントにですね参加された皆さんにも喜んで帰ってもらいたいと思い、困っている方に対しては私も少し作業の補助をさせてもらったりもしました。こんな感じでキーキャップとキースイッチが多数用意されており、自分の好きな色を6個選択することができます。結構いいスイッチも用意されていてお得感があります。キーキャップとキースイッチの色の組み合わせを考えるのが楽しくて皆さん盛り上がりながら選んでいました。配色次第でこのマクロパッドの個性が出てくる点が面白いなと思いました。ここではキースイッチをマスキングテープで表から固定して裏からハンダ付けをする様子です。
キースイッチが傾いてしまうと後に差し込むキーキャップが隣同士で干渉してしまうことがあるので、ここでは傾かないように固定することがポイントです。皆さん、集中して黙々と作業を進めていました。推しの色チョイスしました。ぶれない。変わります。並びを考えなくちゃいけない。はい。こちらは基板の後ろからスイッチのピンをハンダ付けしている様子です。はい、こちらはスイッチのハンダ付けが一通り終わった方ですね。この瞬間が楽しいんですよ。これから参加される皆さんにもぜひ味わってもらいたいです。悩む。出来上がったものを写真撮ってもいいですか？あ、いや、楽しみです。どういう配色になるのか。やば。かわいい。終わりだ。かわいすぎる。はまったはまった。かわいい。終わりだ。かわいすぎる。なんてものを生み出してしまったんだ。なんだろう。かわいい。めっちゃかわいい。そしたらじゃあ組み立て作業が終わった後は勇者工房にあるノートパソコンを使用してUSB ケーブルで接続しマイコンにファームウェアを書き込みます。この操作方法はとても簡単ですがスタッフさんから丁寧に教わることができます。ネームで一番上このままの設定でフラッシュしていただいてタクトスイッチを1回で今新しく入ったものを選択していただいてまたこのようにキーボードのレイアウトが表示されて各キースイッチにキーの割り当てをカスタマイズできます。単一のキーでもいいですし複数のキーの組み合わせを一つのキーに収めることもできます。やばい。これは Web ベースのリマップというアプリを使っており家のパソコンでもブラウザー経由で気軽にキーマップをカスタマイズすることができます。ハンダ付けとファームウェアの書き込みまで終えて皆さん無事に完成しました。もうあれですか、ファームウェアの書き込みも完了ですか？完了です。なんかもっとあれですよ、感情むき出しで喜んでくれてもいいですか？ちょっと皆さんおとなしめなんで、はい、写真撮影をしつつ満足げに皆さん喜んでいたのでとても良い雰囲気でした。楽しんでもらえたようで私も嬉しかったです。最後にこのイベントを振り返ってみましょう。参加費3500円あれば手ぶらで参加が可能という手軽さが良いです。またサポートが手厚いので作業手順や道具の使い方を知らなくても安心して組み立てられます。参加者同士一緒に会話しながらの作業は楽しいです。人見知りでも共通の作業を通じて少しずつ会話が生まれますので気軽に参加してみてはいかがでしょうか。また良い道具が揃っているので作業がやりやすいです。この体験をすることでもう少し本格的なキーボードの組み立ても抵抗なくできるようになると思います。自作キーボードは完成する過程の組み立てにおいてもですね楽しめる魅力があるということをぜひ多くの人たちに知ってもらえたら嬉しいです。それではこの動画は以上です。このイベントの応募リンクは動画概要欄に記載してありますので気になった方はお気軽に参加してみてはいかがでしょうか。それでは視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。